どうもベルです。今回は、ドゥームスイの、初頭レイドの、チェックポイント攻防を見ながら、初頭レイドについて、いろいろと話していこうかなと思います。現在、流れているのは、フェーズ2での、チェックポイント争いですね。うちは赤チームと、同じ派閥なんですけども、並行して、そちらでもチェックポイントへのラリーを行っています。なかなかこれまでって、チェックポイントへ、複数ラリーを打つことって、なかったかなと思うんですけども、初頭レイドだと、行っていけるのは、非常に良いところなのかなと思ってます。一応今回、敵味方ともに、かなり強いプレイヤーでラリーを打ってまして、非常に見応えのある、ラリーだと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいなと思います。ただ、前回の、動画をご覧いただいた方からすると、あれ、今回って、チュンの詳細解説なんじゃと、思われた方、いらっしゃると思うんですけども、ちょっとせっかくの、初頭レイドの動画というところで、なるべく初頭レイド期間中に出したいなと思って、今回はこちらの、初頭レイドの、チェックポイントの動画を、お送りさせていただければと思います。そして、皆さんどうですか？この初頭レイド。いろんな感想を持っている方がいらっしゃると思うんですけども、僕個人としては、いろいろとあらはあるけども、全体としては、アイランドより、いいイベントなのかなと思ってます。というのも、うちって、今回マッチングが本当に地獄で、世界で3番目に強いマップの、G3 に、放り込まれたんですね。いやいやいや、アイランドでも、G10 に、放り込まれて、もうボッコボコにされたのに、初頭レイドでは、G3、もう無理でしょうと。G3 なんて、もう当然化け物チーム揃いなわけで、もう前線に出張ってくるのって、もう T6 が当たり前みたいな。そして、ラリーリーダーの層もめちゃめちゃ熱いわ、トップのラリーリーダーはもう強すぎるわという感じで、正直しんどすぎるマッチングではあったんですけども、戦わずして諦めるのは、もはやゲームを楽しめていませんし、最近うちの闇の封鎖も、あとアイランドですね。そちらもちょっと不完全燃焼が、続いていたので、今回は張り切って、参戦していきました。その結果なんですけども、フェーズ1の終盤なんかは、X の方でも、ポストしたんですけども、全世界の中で、キル数が、同盟として2位になったりとか、あとは個人としても、10位になったりしてて、多分同じマップの同盟のうち、うち含めて、世界トップ10に5つ入ってたんですよ。間違いなく、今回の初頭レイド、少なくともフェーズ1では、世界で一番戦ってたマップなんじゃないかなと思ってます。おかげでもう資源と、治療加速も使いまくって、資源はもうめちゃめちゃきつかったので、同盟メンバーに助けていただいて、本当助けていただいた、同盟メンバーの方にはもうこの場を借りて、感謝申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。ただ、残念ながら、フェーズ1では、負けてしまったわけなんですけども、このフェーズ1、割ともうごったごたで、フェーズ1って、まずレベル7の村の占領を目標とするわけなんですけども、このタイミングで、並行してフェーズ2のことも考えなきゃいけない。プラス、各同盟で考えていることが違う。プラス、もうほんと各同盟が、もうフェーズ2で組みたい相手が違うわ、みたいな状態で。そしてしかも、レベル7の占領を争った相手とフェーズ2で組む可能性もあるわけなんですよ。そんな中、もう、ほんといろいろ考えなきゃいけないプラス、ほんと各同盟の思惑が違うっていうところで、もう板挟みにあって、もう一通を極めてる中、フェーズ3のマッチングルールって、そもそも公表されてないんですね。公表されているのは、フェーズ1で、レベル7を、獲得したチームが分割されるということだけなんですよ。一応フェーズ2の、マッチング結果から、レベル6の村を占領している場合は、その村の、その村がある、方角のチームに、配属されるっぽいんですけども、ただそれって、薄々みんな、その可能性は高いだろうなと思いつつ、フェーズ1の段階で100%それは確証ではなかったんですね。もうそんな中もうどうしろと。本来だったら、もっと純粋に戦略を重視していけるんですけども、仲間の同盟の中でも、組みたい相手だったり、もともと仲いいから、フェーズ1でこっち行くんだったら、もう俺らは参戦しないとか言い出すわで、もうほんとそうなったらできることって、目の前にいる敵をもうひたすら攻撃していくみたいな状態で、
ただ、その中で、レベル7を、フェーズ2のマッチングのことを考えて、放棄するみたいに、仲間が言ってたんですけども、それはもう、仲間の同盟のチームですね。が言ってたんですけども、もうそれはもう、私はもう断固として反対して、もうレベル7を取りに行かないんだったら、もうこれまで戦ってきた意味がもう一切なくなっちゃうので、もうそれだったらもう AXE は、もう見張り台をすべて撤去して、もう初頭レイドから完全に撤退しますみたいなことを言って、レベル7を狙いに行くことになったんですけども、無理でしたね。そのレベル7を、放棄するって言ってたところは、もうほぼ参加しないよみたいな状態だったのもありますし、敵チームの一つが、ちょっとあまりに強すぎましたね。その敵の強いところと、同じ軍団でレベル7を放棄するって言ってたところって、中国の方が、多いチームなんですけども、日本語チャット同様に、そっちの言語チャットの方もありまして、そちらのボロッカスに叩かれてたみたいなんですけども、私も大人なので、別に気にしてもないんですけども、これで、じゃ仮に、レベル7を放棄してたら、ほんとこれまで何のために戦ってきたんだっていう話になって、じゃこれまでの戦いで、じゃ兵士を失った人に本当申し訳が立たないですし、申し訳が立たないので、戦ってよかったなというふうに思っている次第ではあるんですけども、ちょっと一つ思うことがあって、これ、フェーズ分けいります？昨日まで戦って、なんか今日から仲間ですって、なんかどこぞの少年漫画じゃあるまいしみたいに個人的には思ってて、なんかそんなことするんだったら、もう最初からじゃあ2チームに分けて、じゃあバチバチ6日間戦ってくださいねっていう方が、なんか変に複雑な関係にならずに、済んでいいんじゃないかなと個人的には思ってます。あとこれフェーズ1とフェーズ2、負けちゃったら金の7コーティングもらえないんですよ。レベル6を占領したとしてももらえなくて。アイランドレイドって、確かレベル7を3日目か4日目に、取ってれば、そこで1個金のナノコーティングもらえたので、そんなルールもあったらいいんじゃないかなと、強く思ってます。だってこれもう、フェーズ1負けちゃって、じゃあフェーズ2も2つレベル7取れなかったら、もう何もないんですよ。そんな悲しい話あります？もうちょっとそこは本当うまいことやってほしいなと、もう強く思ってます。あとは同盟の建物材料。これ足りなすぎませんか？うちがちょっと今回は戦いまくって、見張り台を、壊したりやってたのも、非常に大きいとは思うんですけども、常にカッツカツで、マップが広すぎるのに対して、もう獲得できる同盟の建物材料が、これあまりに限られすぎちゃってるんですね。うちのほんとスカベンジャー、借りまくっていただいたり、資源採取ですね。そちらで同盟の建物材料集めをやってくださった方々ではもう感謝しかないんですけども、使用量と獲得量がこれ明らかに釣り合ってないので、そこは改善していただきたい、点なのかなと思ってます。あとはフェーズ2で派閥が決まったら、同じ派閥のチェックポイントはもう通れるようにしてほしいっていうところだったり、あと領地はもう共有できるようにしてほしいっていうところだったり、あとはもうこれ結構個人的には致命的だと思ってるんですけど、同じ派閥の部隊を攻撃できちゃうのはさすがにまずいので、そこはもう修正していただきたいポイントではあるんですけども、逆に良かったところとして、2同盟から5同盟が戦うというところで、一方的すぎる戦いにはなりづらいのと、ダブルラリーだったり、トリプルラリーが打てるので、普段できない戦いができる。そして、超大人数で戦えて、かつ、同盟の建物材料集めとかでも、バンバン戦っていくので、戦いたかったら、もういくらでも戦えるんですよ。アイランドでも、環境によっては、戦いたかったら、24時間戦えるようなマップもあるとは思うんですけども、修羅マップとかではないとなかなかそうはいかないので、そこは個人的に、かなりいいのかなと思ってます。ただ個人的には、アイランドだったり、弓の封鎖より、全然楽しかったというのもありますし、あくまで今回は初回というところで、運営としても、ユーザーからのフィードバックをもとに、次回以降の初頭レイドで、改善してくれることを信じて、いいのかなと思ってます。ただもうほんと、ショートレードについてはもう、語りたいことがもう、たくさんあって、もうほんと語り足りないところではあるんですけども、チェックポイントも、無事に落とすことができたので、今回の動画はこの辺りで、締めたいなと思います。次回はチュンの詳細解説をお送りしようと思いますので、そちらもご視聴いただけると、嬉しいなと思います。では、最後までご視聴いただきありがとうございました。
チャンネル登録および、X も、最近始めたので、概要欄よりフォローしていただけると嬉しいなと思います。では、バイバーイ。